皆さんこんにちは。日本語教師のココです。今回は流行るという言葉を説明します。まず流行るの意味についてです。流行るには大きく分けて3つの意味があります。1つ目はある時期にある事柄が盛んに世にもてはやされるという意味です。もてはやすというのは盛んに褒め立てることです。人や物事が注目を集めて褒められる様子です。この服が流行っている、このゲームが流行っているとは、みんながいいと思って注目して多くの人が使っているということです。2つ目は病気などが広がることです。最近風邪が流行っているなどと言います。3つ目は商売などが繁盛することを言います。流行っている店はお客さんがたくさん来るお店のことです。流行るは流行するとも言います。流行るを漢字にしたら流行とると書きます。では使い方を見ていきましょう。外に出たら若い人がみんな似たような服を着ています。友達に聞きます。あの服流行ってるの？友達は言います。そうだよ。今年は若い人たちの間であの形の服が流行ってるよ。次です。買い物に行きました。カバンのお店で店員さんが言います。このカバンは流行に関係なく長く使えますよ。流行がない形のカバンということです。流行に関係なくは流行りに関係なくでも大丈夫です。流行るの名詞はマス形、流行りますのマスを取って流行りです。流行りがあるものは次の年はもう使えなくなることもありますよね。なので私は流行っている服やカバンはあまり買わないようにしています。皆さんはどうですか？次です。学校でたくさんの学生がインフルエンザで休みました。先生が学生に言います。インフルエンザが流行っているので気をつけてください。さて、流行という言葉を聞くと、私は新語・流行語大賞を思い浮かべます。新語・流行語の語は日本語の語、言葉のことです。流行は服やファッションだけじゃなくて言葉にもよく使います。新語の新は新しいの漢字で辞書に載っていない新しく生み出された言葉のことです。新語・流行語大賞では1年に1回ある会社が新語・流行語を選んでその言葉に深く関わった人・団体を発表します。新語・流行語大賞ではその年に話題になったものが選ばれます。話題とは話の題と書きます。話のトピックですね。話題になるとは話によく取り上げられるということです。2024年は30個の候補の中から10個がトップ10として選ばれ、1個が年間大賞として選ばれました。それでは今までの新語・流行語大賞を調べてみたので紹介します。まず2024年の年間大賞1位は不手ほどでした。皆さん何かわかりますか？不適切にも程があるという題名のドラマです。略して、省略して、短くして不手ほどです。1986年、今から約40年前と2024年の現代とをタイムスリップするドラマです。40年前の人が今の時代にやってきます。時代が変わると価値観、考えることが変わりますよね。主人公が昔は普通だったことだけど、現代では不適切、つまり適切じゃないこと、良くないことをします。その不適切な言動を通して今の人々に本当に大切なことは何かを問いかけていくドラマです。私も見ましたが、とても面白いドラマでした。たくさんの人が見て話題になりました。不手ほどのように流行ったエンタメの名前が候補としてたくさん並んだのが2020年です。アニメ、漫画、どちらでも有名になった鬼滅の刃、韓国ドラマの愛の不時着、
ゲームの集まれ動物の森、略してあつ森がトップ10として選ばれました。どれも本当に流行りました。皆さんも見ましたか？私も鬼滅の刃と愛の不時着を見ました。どちらもとても面白かったです。次に政治的に話題になったものです。2024年は裏金問題という言葉が選ばれました。裏金とは裏のお金です。表に出さないでやり取りするお金のことです。自由民主党、略して自民党という政党が裏金を集めているのではないか、つまり悪いことをしているのではないかとニュースになりました。このニュースはとても話題になったので、裏金問題が選ばれました。次は新語、新しい言葉として選ばれたものを紹介します。2022年に手前取りという新語が選ばれました。手前取りとは何だと思いますか？スーパーやコンビニに関係があります。これは商品を手前から前にあるものから取ろうという取り組みのことです。スーパーなどで手前に並べられた消費期限が早い商品から買うようにしようということです。皆さんはそんなの当たり前ですか？後ろにある商品の方が消費期限が長いので手を伸ばして後ろの商品を取る人がいます。ごめんなさい。私も時々してしまいます。それをやめて手前取りすることでまだ食べられる食品を捨てなければならない、もったいないことをやめましょうという取り組みです。前回のもったいないとの話ともつながりますね。この頃スーパーなどで手前取りをお願いしますという紙が貼ってあるのを見ます。手前取りは新語として少しずつ知られるようになってきました。新語・流行語大賞では文も選ばれます。言葉よりも長い文です。誰かが言った名言、いい言葉やお笑い芸人さんがギャグ、面白い言葉として使っている文などです。イチローとしてよく知られている鈴木一郎さん。プロの野球選手でアメリカの大リーグでも活躍しました。そのイチロー選手が引退会見を行ったとき、プロ選手を辞めるということを発表したとき、記者から後悔はありますかと聞かれて、後悔などあろうはずがありませんと答えました。この文が2019年の選考委員特別賞に選ばれました。日本とアメリカで大変なことがありながらも活躍したイチローさんのいろんな思いが感じられる文です。新語・流行語大賞を見ると、その年に流行ったもの、話題になったニュースがすぐ分かって面白いなぁと今回調べてみて思いました。では最後に会話アニメについてです。サムライキャットジャパンのジョバの会話アニメ流行るを見ていただけたでしょうか。日本に留学中のジョバはコンビニでバイトをしています。ジョバは流行っていると思った言葉、わかったなりなりかしこまりというギャグを間違ってコンビニの店長に使ってしまうという内容にしました。たくさん言っていたので口癖になってしまってつい店長に使ってしまいました。口癖というのは言い慣れて癖になっていること、その言葉のことを言います。皆さんの口癖は何ですか？この分かったなりなりかしこまりというのは私が考えたもので実際のギャグではありません。そしてこのギャグが使われたバラエティ番組沢村健のドジ侍様というのも架空の番組、本当にはない番組ですが、何をイメージしてこの題名にしたかわかりますか？それは志村けんのバカ殿様です。この番組を皆さんご存知でしょうか？志村けんさんとはもう亡くなってしまいましたが、日本の有名な面白い芸人さん、コメディアンです。この方がバカなお殿様、偉い侍になって面白いコントをするという番組が志村けんのバカ殿様です。私も大好きな番組で小さい頃よく見ていました。
アニメダンダダンでも主人公モモのおばあちゃん聖子さんが見ている番組として出てきます。そしてこの志村けんさんはたくさんの流行語、流行ったギャグを生み出しました。有名なものだとダフンだ、アイーン、大丈夫だとかいろいろありますが、聞いたことがありますか？バカ殿様は志村けんさんがこのようなギャグを言ったり、バカなこと、面白いことをするという番組でした。その番組名から今回沢村けんのドジ侍様としました。ドジの意味がわかりますか？ドジとは注意力が足りなかったり、慌てたりして間抜けな失敗をすることを言います。例えば、いつも何かを忘れたり、小さなミスをたくさんしてしまう人をドジな人と言います。まだ会話アニメを見てない方はぜひ見てみてください。はい、ということで今日は流行る、流行するという言葉を紹介しました。最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。